Apple Watch もうなくてもいいかもしれません。今年に入ってからの僕の大きな変化の一つとしてヘルスケア意識の向上というのがあります。それまでずっと仕事っていう感じだったんですが、自分の健康、精神的なものや身体的なものを両方含めて、そういったものを意識するようになってきました。それを強くアシストしてくれていたのが僕の場合この Apple Watch でした。ウェアラブルデバイスとしてもうほぼ24時間ずっとつけておくことによって自分の体のデータを計測して、改善に役立てようということを取り組めていたんですが、この Apple Watch と同時にずっと気になっていた製品がありました。それがこの指輪スマートリングなんです。正直ずっとつけているには若干負担のあるこのスマートウォッチの代わりとなり得るのか、なるのであればちょっとこのリングも検討したいなということで、この1ヶ月弱ほどですね使い続けてみました。僕の結論としては最初に述べた通りApple Watch なくてもいいかもという風な状況になっています。なぜそう思ったのか、スマートリングで何ができるのかなどについて詳しくお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ここ最近の僕の左腕がこんな感じです。Apple Watch とリング2つをつけていて、そのうちの1つ、こちらがリンコンのスマートリングになっています。やっぱりこういったスマートウォッチと比べたスマートリングの優位性の一つとして、スマートウォッチよりも常時装着する負担が少ないところが挙げられると思います。ウェアラブルデバイスって本当に24時間常に身につけておく必要があるんです。特に寝ている時とかはこの腕時計をずっとつけているのが負担という方は一定数いらっしゃると思いますし、僕も最近、夏場とかはねここがなんかこう蒸れるような感覚があって、外したいなみたいなのを寝る前寝ている間に思ったりすることもありました。その点スマートリングは、その存在感も含めてずっとつけておく負担も少ないですし、蒸れてくる締め付けられてくるという感覚も、もちろんゼロではないんですがスマートウォッチよりははるかに抑えられます。そしてもう一つ優位性として個人的にはファッション性もこちらの方が高いなというふうに思います。スマートウォッチの中でも Apple Watch はまだファッションアイテムとしての認識が強まってはいると思うんですが、それでもやっぱりこうテックっぽさというかね、どうしてもこの画面が腕についてますよという感覚は僕の中では拭えないんですね。これはこれでかっこいいとは思いつつ、ファッションアイテムとしてはいわゆる普通の腕時計をつけたいなと思う時もあります。その一方でスマートリングに関しては、この製品に限らずシンプルな見た目のものがすごく多いです。ファッションを邪魔しない、自分好みのスタイルを維持できるという点ではこちらの方がむしろそういうファッションが好きな方にとってはおすすめできるなというふうに思います。でそんなスマートリングの中でも今回紹介するのはこちらのリンコンのスマートリングです。この動画はメーカーからご提供いただいた上で制作しています。こちらがリンコンのスマートリングです。Gen 2ということで第2世代のモデルになっています。大きな特徴全部で4つご紹介していきたいと思います。1つ目はバッテリー持ちです。他社製品だと1週間くらいバッテリー持つよというふうに謳われていて、実際には 4,5 日持つくらいというようなことが多い印象なんですが、こちらのリンコンのスマートリングは2週間ほどバッテリーが持つと言われています。そして実際にはこちらのアプリで見ていただければわかると思うんですが、残り 30% で3日間ほど持ちそうというのがこちらのアプリに表示されています。僕の感覚値もかなり近くて、だいたい10日間くらい持つ印象ですね。1週間以上持つというのはこのウェアラブルデバイスにおいては結構一つの山だと思っていて、というのも旅行に行った時に充電器を持っていく必要があるかないかっていうのが割と肝になってくるんですよね。僕の場合は10日間を超えてくる旅行はほぼないと言っていいので、このバッテリー持ちは常につけておくという上ではかなり役に立ちます。そしてもう一度製品に戻ります。2つ目の特徴は軽量コンパクトという点です。外側は金属っぽくなっていますが、実際これはチタン合金が使われています。内側にはこういったセンサー類が多数備わっているという感じなんですね。
でこちらの内側はエポキシ樹脂を使っています。実際につけてみると割と高級感があるかと言われると、まあそこまで強く高級感は感じないかなというところですね。違和感はないです。どうしてもねこの太さがあるので、見る人によってはスマートデバイスだねという感覚はあるかもしれません。数値で言うと幅は 6.8mm、 そして厚みは 2mm になっています。で質量は2から 3g ほど。これが24時間つけていてもストレスのない大きな要因だと思います。Apple Watch って実は軽いモデルでも30g 前後、僕のつけている重いウルトラというモデルだともう 60g を余裕で超えてきます。でしかもそれはケースの重さなので、こういった金属とかレザーとか質感のあるようなバンドを使えば使うほど重さが増していくんですね。スマートウォッチに関してはこういったバンドの付け替えもそうですし、あとセンサーだけではなくてディスプレイとかも搭載しているので、どうしても役割は若干変わってくるっていうのはあると思うんですが、それでも日常的につける負担というのはこの重さも大きく影響してくるかなと思います。そして4つ目はコストパフォーマンスです。現在スマートリングで最も多分有名と言っていいのはオーラリングというデバイスだと思います。ただこのオーラリングサブスクリプション制度なので、毎月数百円程度を課金することによって継続的にこのリングのアップデートだったりフィードバックを受けることができるようになっています。ただリンコンの製品に関してはこういったサブスクリプション現状含まれていません。なのでずっとね使い続けることができるようになっています。ただ個人的にはこういったサブスク制度の全てを悪だとは思っていません。むしろサブスクリプション制度にするとメーカーに継続的なアップデートを求める声っていうのも強まると思うんですよね。なのでどんどん改善とかね新機能を増やすみたいなものに割と積極的に取り組んでくれるようになると思います。現状はサブスクリプションがない中でも今後どうなるかというところまではまだ誰も見えていません。なのであくまで今買うならこのデバイスは割とお得かもよという提案にとどめさせていただければと思います。そしてこのリンコン改めて上からちょっと見てみましょう。ここら辺にセンサーの突起があるんですが、もう一つ気づくポイントがありますかね。この外側のこのデザインが若干四角いの分かりますか？リングっていうとまん丸をイメージされると思うんですけど、こちらの製品に関しては四角を少し潰して丸くしているようなそんな形になっています。最近こういったシルエットの製品をよく見る気がします。もちろんこれ好き嫌い出てくると思うんですが、僕から言えるのはそんな気にするほどでもないよということですね。もう正直つけてしまえば全然わからないですね。じゃあ実際に僕はどう使っているのかというと、もうひたすらつけるだけです。先ほど話した通りスマートウォッチはいろんなギミックを搭載しているので、ある種の使いこなすようなプロセスが必要になってくるんですが、このリンコンのスマートリングに関しては一切そういった使いこなす努力が必要ありません。ただひたすらつけてください。24時間できるだけつけるというところですね。で僕が最初リングに懸念していたのはその耐久性です。例えば僕は最近ほぼ毎朝ボクササイズに行っていて、グローブをつけた状態ではあるんですが衝撃が加わると、これに対して耐えられるのかなとか、サウナみたいなかなり高温な状況でも耐えられるのか、シャンプーとか洗剤がかかっても問題ないのかみたいなところをねいろいろと懸念はしていたんですが、結論何も問題ありませんでした。割と体を張ってあらゆるシーンでつけていたんですが、衝撃、温度、洗剤のような薬品というんですかね、日常的にリングにストレスがかかりそうな要素は全て耐え切りました。すごかったです本当に。なのでこのリングを僕が外すのは、10日に1回ほど来る充電のタイミングと、あとお皿洗いですね。その時はちょっと食器とリングが干渉するのでその時は外すんですが、それくらいでしたね。はい、なので皆さんとりあえずこのリングはひたすらつけてください。じゃあつけるけどそしたらどうするのというと、ここでアプリの登場ですね。リンコンは純正のアプリを用意しています。こちらの青っぽい紫っぽいアイコンが特徴です。はい、つけてみると、先ほども見たこちらの画面に移ります。ここでいろんな計測データを確認することができるんですね。大きくはこの4つの指標を計測することができます。睡眠、アクティビティ、ストレスレベル、バイタルサイン。僕の場合特にこの睡眠とアクティビティを計測できるというのが大事なので、最低条件はこれでクリアしているなというふうに思いました。アプリではこの日付ごとに各データを確認できるほか、それぞれを詳しく見ようとするとこんな感じで睡眠だけで過去のデータを確認することができたりだとか、これはアクティビティも同様ですね。こんな感じで日付別、指標別でこれらのデータを確認することができます。
僕は結構スマートリングにビビっていたので、他にもちょっと懸念していたことがありました。まずはそのデータの正確性です。正直このスマートリングってこういったスマートウォッチに対してセンサーのサイズが小さいのはしょうがないところですよね。その分データの正確性に劣るんじゃないかなというふうに懸念していました。使ってみてこの Apple Watch で取れるデータとリンコンのスマートリングで取れるデータほとんど変わりませんでした。実際に確認してみましょう。実際僕が Apple Watch でもスマートリングでも計測していた日付を並べて見てみると、7月14日リングは5時間半、こっちは5時間44分、15日は7時間53分、こっちは7時間25分で、16日は5時間47分、こっちは5時間35分。もうね、ほとんどこんな感じなんです。誤差というよりはおそらく計測の定義によるものなんだろうなというふうに思っています。なのでこのデータの正確性という心配は気憂に終わりました。ただアクティビティに関しては若干ブレが生じます。例えば7月14日943キロカロリーで、こちらは752キロカロリー、15日はこちら814で、こちら784、16日は1117で、こちらは850で、これいろいろ多分理由はあると思うんですが、 Apple Watch に関しては何か運動する時にワークアウトをちゃんと登録するんですね。一方でこのスマートリングは本当にただつけているだけなので、運動したかしてないかっていう判断など自分でこのリング側で行ってもらっています。そういったこともあって正確性にややブレが生じているんだと思います。ここは許容できる人できない人いるかもしれませんが、僕の場合はこれは参考値程度に捉えていたので、運動したかしてないかという実績の方が大事だと思っているので、十分かなと思っています。でストレスレベルはこんな感じです。心拍数の変動の値を見て1日の間でどこで負担がかかっているのか、ストレス値が数字だけではなくて、ざっくりと正常なのか異変があるのかっていうところを示してくれます。僕は楽しそうに生きてますね、本当に。こちらは主に心拍数、あとは酸素飽和度などを計測してくれています。これによって体の不調をいち早く指し示してくれるということなんですね。リンコンをつけていて分かったのは、割と銭湯とかサウナに行った時にこの変動が起きているということなんですね。なのでもしかしたら想像以上に体に負担がかかっているかもしれないなということに気づくこともできました。こんな感じのデータを確認できるのがリンコンのスマートリングです。ただ実際 Apple Watch をつけている方も多分ほとんどそうだと思うんですけど、いろんなデータ測れるのに見に行かないですよね、大抵ね。だってわざわざさっきみたいなアプリこうやって開いて、ほうほう今日はだいたいこんぐらい動いたんだねみたいなのを確認するのめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。なんならたまに通知で教えてくれても邪魔やって言って弾いちゃいますよね。これは多分皆さんも僕も同じだと思います。でこういった見に行かないと見ないような情報に関しては、僕は目に入らざるを得ない場所に置くということを徹底しています。それが以前の動画でも紹介したこちらのホーム画面のウィジェットなんです。ホーム画面の1ページ目の上、もう最前列と言ってもいいですね。ここに贅沢にもリンコンのウィジェットを2つ表示させています。僕が表示しているのは、1日で取れるデータのハイライトを示してくれるこちらのウィジェット、睡眠時間、活動量、ストレス、そして、残りのバッテリー残量ですね。これを常に表示しています。これによって自分の現在の体の状況を感覚だけではなくてデータとしてリアルタイムでモニタリングできるようにしています。でもう一つがこちらのアクティビティ関連ですね。2行あるんですが、上が歩数、下がカロリーの表示になっています。それぞれ自分が設定した目標に対して今どのくらいの進捗なのかっていうのを指し示して、しっかり運動量が目標に達しているか、目標に対してどのくらいなのかというのを確認できるようにしています。スマホを見るたびにこれが目に入るので、嫌でももうやらなきゃなという感覚になるのが、このウィジェットですね。で実際にこれらをタップすると、その計測データにね飛ぶことができて、より詳細な数値を確認することができます。これらを見て改善に努めようということなんですね。そんなわけで24時間自分の状況を計測できるということで、健康維持とかそのためのモチベーションにものすごく役立っているわけなんですが、気になる点というのもいくつか存在します。1つ目はワークアウトのトラッキングについてです。先ほども話しましたが Apple Watch だとですね、各種ワークアウトを選んで
実際の自分の運動量をより正確に計測することができるんですね。消費カロリーとかアクティビティの時間っていうのを確認することができる一方で、リンコンのスマートリングだとどうしてもそこら辺は細かくトラッキングはできません。一応実はこのアプリ側からアクティビティを選ぶことはできるんです。こんな感じでアウトドアのランニング始めるならここを押してねみたいなので計測し始めることもできるんですが、まずこのデバイス上で何か操作してアクティビティを計測できるわけではないですし、この運動の種類もね、どうしてもそんな多くないんですね。ランニング系とサイクリング系とウォーキング、もうこれだけなので、僕が最近やってるようなこのボクササイズみたいなアクティビティは計測できないです。そして2つ目、アドバイスが控えめです。一応ここに書いてあるんですよ。例えばこの日は睡眠時間は大きな変動がありました。本日は無理せずペースを落として過ごし、体調を正常な状態に戻せるよう原因に気をつけてください。何か言ってるようで何も言ってないメッセージ感なんですよね。わかりますか？数字を読んでくれているという感じで、より良い睡眠時心拍数を維持することで回復状況が向上します。引き続き継続してください。何をで1日戻ると、睡眠時間大きな変動がありました。これメッセージ同じですね。ここら辺の文言はあまり当てになりません。なのであくまで数字を見て、でその数字を持って自分でちゃんと判断したり行動したりするというのが大事になってきます。なかなかねやっぱ難しいですね。ここら辺はもしかしたら今後改善する可能性こそありますが、ただ自分でちゃんと見ておくに越したことはないと思います。今後はこれ僕が勝手に工夫してね、データを全部 AI に読み込ませていろいろと改善提案までやってもらおうとかね、考えたいとは思っています。で、そんなアプリだけではなくてリングに関しても1個だけ不満というかね、気になる点はあります。それはこのデバイスの光沢感です。結構強いんですよね。これが良いか悪いかは正直人によると思いますし、僕はまあいいかなくらいの感覚です。実際僕の知り合いの方もこの光沢感でリンコンだと当てていました。なのでこれ単体で指輪をつけるとちょっとね主張が激しいんですよ。それもあってこの隣に普通のリングをつけているという感じです。割と僕このコーディネート好きです。おすすめですね。ただ他のスマートリングは逆に光沢感を抑えようとしてちょっと安っぽくなっていたりということもあるので、むしろ使いやすいレベルなのかなとも思ったりします。好みといえば好みですが、一応注意しておいてほしいです。そんなわけで特にヘルスケアの部分で特に役に立っていたこの Apple Watch と比較しても、リンコンのスマートリングは圧倒的なバッテリー持ち、そして24時間つけていてもほとんどストレスがないというところ、またサブスクもないコストパフォーマンスですね。ここら辺は大きな魅力かなと思います。Apple Watch 使ってはいるんだけど、そういう健康とかヘルスケアの領域で全然活用しきれていないなとか、諸々のメリットも踏まえてスマートリング気になっているんだよなという人にとっては、その最初の一歩としてこのリンコンの製品はかなり魅力があるかなと思います。ぜひぜひ検討していただければと思います。はい、ということで今回は僕が実際に1ヶ月弱使ってみたこのリンコンのスマートリングについて詳しくご紹介していきました。僕の場合はこのリングによってスマートウォッチを置き換えられたというよりは、もはやスマートウォッチよりも使いやすいデバイスになってしまいました。これはあくまでヘルストラッカーとしてスマートウォッチを使っている僕の場合ではありますが、そうやって使っている人結構多いんじゃないですかね。ウェアラブルデバイスの選択肢としてこのリンコン検討していただければなと思います。僕もねこれによって健康意識をさらに上げていきたいと思います。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。